伊藤博文が国家を作る側に回るまでの過程を追う。現実を選び続けた一人の男がどうやって日本の形を決めていったのか聞いていきましょう。伊藤博文、日本初の内閣総理大臣。だが、その本質は制度を作った男ではない。まず語るべきは、彼の現実主義だ。理念より現実、理想より実務。この姿勢が伊藤の核になる。伊藤は哲学者ではなかった。思想家でもない。司馬遼太郎が哲学なき現実主義者と評したように、使えるものを使うという判断を徹底した人物だった。この現実主義は出自に根がある。伊藤は農民の家に生まれ、父の破産で身分が揺れ、足軽として苦労した。生きるために動くという感覚が早くから染みついていた。だが彼はただの成り上がりではない。松下村塾で吉田松陰に学び、人を動かす力を見抜かれた。松陰は伊藤の修繕力を高く評価した。この人をつなぐ力が後の政治人生を支える。若い頃の伊藤は過激だった。尊王攘夷に傾き、イギリス公使館や木内に参加する命知らずの行動力。だがその奥にも現実を見る目があった。イギリス留学。ここで伊藤は世界の現実を知る。攘夷では勝てない。制度で国を作るしかない。思想は大きく転換する。伊藤の強さはこの転換の速さにある。過去の自分に縛られない。間違いに気づけばすぐに修正する。この柔軟さが彼の政治スタイルになる。帰国後、伊藤は外交交渉の最前線に立つ。語学は完璧ではない。だが相手の感情を読む力が際立っていた。人を信じる姿勢が外国人の信頼を引き出す。これが後の条約改正の土台になる。伊藤は調整型の天才だった。敵とも組み、味方とも対立する。状況に応じて立場を変える。カメレオンのような柔軟さ。だがそれは迷いではなかった。国益のためなら自説を曲げる。信念のためにあえて信念を変える。この矛盾を抱えながら前に進む。それが伊藤という政治家だった。決断力もまた彼の武器だった。イギリスへの密航、鉱山寺挙兵への参加、命を懸ける場面で迷わない。この胆力が明治政府を支えた。だが彼は強硬に押し切る人物ではない。むしろ徹底した前進主義者だった。一気に変えるのではなく段階的に整える。この姿勢が国家の安定につながる。伊藤は制度設計において真価を発揮する。内閣制度の創設、憲法制定、議会制度の導入、日本の政治の骨格を形作った。だが彼は理論家ではない。制度を動かす現場の人間だった。理論より実務、理想より運用。この徹底が制度を機能させた。憲法制定の過程で伊藤は極限まで追い詰められる。欧米との差、国内の対立、天皇制との整合性、どれも簡単に解ける問題ではなかった。それでも逃げなかった。やるべきことをやる。その覚悟が憲法を完成へと導いた。折れない現実主義。ここに伊藤の本質がある。公の場では清廉だった。他の元君と比べ汚職の影は少ない。だが私生活では公職か。この二面性が人間としての厚みを生む。伊藤は人を動かすことに長けていた。怒鳴らず威圧せず、相手の立場を読み最適な着地点を見つける。この調整力が明治政府の安定を支えた。西郷隆盛は情の人、大久保利通は共生の人、木戸孝允は理念の人、そして伊藤博文は制度の人。このバランスが明治を作った。明治天皇からの信頼も厚かった。天皇の前で椅子を許された数少ない人物、相談相手として扱われるほどの存在だった。伊藤は国家の背骨を作った。だが権力に固執しない。必要なら退き、必要なら戻る。この柔軟さが長く影響力を持ち続けた理由でもある。伊藤は理念を持たなかったわけではない。ただそれを語らなかった。語るより動く、語るより整える、語るより結果を出す。彼の政治は静かだった。派手さはない。
だが確実に国を変えていく。制度は静かに世界を変える。それを体現した人物だった。伊藤の人生は激しい衝突ではなく、絶え間ない調整の連続だった。現実を見て衝突を避け、最適な答えを探し続ける。そして晩年、彼は朝鮮統監として新たな課題に向き合う。ここから先、伊藤の人物像はさらに複雑になる。一つの評価では語れない領域へ入っていく。制度を作るという役割を担った男は、ここから国家を動かす現実と向き合っていきます。それでは続きをどうぞ。伊藤博文の後半生を語る上で最も重要なのは日清戦争後の政治構造だ。この時期、伊藤は国家運営の中心にいた。第二次伊藤内閣は日清戦争を指導し、戦後の軍備拡張と財政運営を主導した。だがここで伊藤は大きな矛盾に直面する。反発と政党の両方を動かす必要があった。反発は保守的で、政党は拡張的で、両者は常に対立していた。伊藤は調整役として動いた。自由党と協力し、進歩党とも交渉し、山形有朋系の官僚とも折り合いをつけた。この調整力が伊藤の最大の武器だった。しかし調整は限界に近づく。軍備拡張をめぐり、政党と官僚の対立が激化。伊藤は板垣退助を入閣させるが、これが反発の反発を招く。この時期、山形有朋という巨大な存在が立ちはだかる。山形は軍と官僚機構を掌握し、伊藤は政治と制度を掌握した。二人の対立は明治政治の根幹だった。伊藤は制度の人、山形は軍の人。この構図が明治国家の二重構造を生んだ。伊藤は議会政治を進めようとし、山形は官僚政治を強化しようとした。伊藤は政党政治の必要性を感じ、1900年に立憲政友会を結成する。これは日本初の本格的な与党だった。だが政友会は内部対立が激しく、伊藤は短期間で退陣する。伊藤は政党政治の父と呼ばれるが、実際には政党運営が得意ではなかった。優柔不断、変節、調整方、同時代の政治家からも批判された。明治天皇も一貫性がないと評した。だがこれは弱さではない。伊藤は制度を作る人であり、権力を握る人ではなかった。制度設計と調整こそが彼の本領。政党政治の実務は別の才能を必要とした。そして伊藤の晩年最大のテーマが韓国統監である。一般的には併合を進めた人物とされるが、研究者の中には異なる見方もある。伊藤は併合に慎重だったという説だ。伊藤は韓国の独立維持を理想とし、軍部の暴走を抑えようとした。だが国内世論と軍部の圧力は強く、伊藤の方針は次第に孤立する。統監府内部でも対立が深まった。伊藤は韓国の近代化を支援しようとしたが、その上からの改革は韓国側に受け入れられず、日本軍部からも批判された。伊藤は板挟みになった。これが晩年の最大の苦悩だった。1909年、伊藤はハルビン駅で暗殺される。犯人は安重根。動機は韓国併合の象徴としての意図。だが伊藤自身は併合に慎重だったという研究もある。伊藤の死は明治国家の調整役の終わりを意味した。以後日本は軍部の影響力が増し、制度より力が優位になる。伊藤の不在は大きかった。伊藤の人物像は複雑だ。強いのか弱いのか、理念があるのかないのか、優柔不断なのか柔軟なのか、評価は分かれる。だが研究者の多くが一致して言うのは、制度を作った人物という点だ。憲法、議会、内閣制度、これらは伊藤の設計によるもの。日本の政治の骨格を作った。伊藤は思想家でもあった。制度の背後にある理念を重視し、共同の憲法学を説いた。
国民と政府の共同による政治。これは現代にも通じる考え方だ。伊藤は言葉の人でもあった。演説、書簡、議論、言葉で政治を動かそうとした。これは山形とは対照的だった。山形は制度より軍事力を重視した。伊藤は清廉でもあった。贅沢を好まず、庶民と気さくに接し、政治家としての腐敗が少ない。これは同時代の証言にも残る。だが、伊藤は完璧ではない。朝鮮政策の失敗、政党政治の不安定化、山形との対立、これらは彼の限界を示す。伊藤は国家の設計者であり、国家の運営者ではなかった。制度を作ることは得意だが、制度を使いこなすことは苦手だった。ここに彼の本質がある。伊藤の死後、日本は軍部の影響力が増し、議会政治は弱体化し、制度は形骸化していく。伊藤が作った骨格は、運用の段階で歪んでいった。伊藤の遺産は、制度の重要性を示したこと。制度は国を支える。制度は国を守る。制度は国を形作る。伊藤はそれを理解していた。だからこそ、憲法に命を懸けた。議会に命を懸けた。制度に命を懸けた。伊藤博文とは、理念なき現実主義者ではなく、現実を通して理念を実現しようとした人物。その姿勢が明治国家を支えた。そして現代にも影響を残している。伊藤は国家の骨格を作った男、朝廷の政治家、制度の思想家である。伊藤博文という人物は答えを語る人ではなく形を残した人でした。その制度は今もこの国の中で生き続けています。また次回の主役でお会いしましょう。